行ってくるね。遅れるな。先陣は我らがいただく。大したことはないな。我は長領、打ち砕け。今のうちに調子に乗っておけ。よりどりみどりじゃないか。はあ、バカな、遅れを取るな。はっ、我は長領、打ち砕け。弱い。よりどりみどりじゃないか。はあ、遅れを取るな。はっ、我は長領、打ち砕け。弱い。よりどりみどりじゃない。敵は弱い。一気に叩き潰せ。何人たりとも我が部には至らぬ。我は長領、進め。もはや勝敗は決した。外しはしない。我は長領、進め。もはや勝敗は決した。かけた戦地の数だけまた一つ天へとつながるのだろうか。どうしましょう。守りを固めましょう。どうしようかな。頑張って。皆の命預かります。俺の出番か。押し潰せ。なんじゃ。我が名はカユ。これ以上の損。皆落ち着悪いけど手加減なんて知らないの。どうしましょう。邪魔しないでください。どうしようかな。俺の出番か。押し潰せ。我が名はカユ。ヨーカード。こんなので一軍の将なわけ。バカな。残念でした。どうしましょう。攻めます。どうしようかな。やっちゃえ。俺の出番か。隙がある。一気に行くぞ。我が名はカユ。あっけないのね。どうします。攻めます。どうしましょう。攻めます。どうしようかな。守って。俺の出番か。隙がある。一気に行くぞ。曹操が天下を目指すなら俺は天下へ響く将となる。これだけあれば足りる。きっと足りるはず。足りないかな。
揃っているな。うむ。さて、では始めるとしようか。軍議の進行はいつも通り蓮舫に任せる。よいな。承知しました。今回の軍議の進行役を務めさせていただきます蓮舫玄光と申します。よろしくお願いいたします。蓮舫に任せると言ったであろう。それ以上の挨拶はいらん。先に進めてくれ。はい、そうですね。失礼いたしました。まず各州の勢力について皆様にご説明をさせていただきます。現在の漢全土の大きな勢力としましては、劉州の高孫さん、清涼の馬頭、益州の劉将、慶州の劉氷、そして伊予州の炎章様の妹君でございます炎術様などが挙げられます。次に我が円家の当面の敵に関してですが、北の幽州に割拠する高孫さん、東の西州にはびこる黄金族の残党、はい、聴覚を失った後も黄金族の勢いは衰えることはなかったようですね。正確な勢力は未知数ですが、西州のみならず遠州にまでその勢力を拡大しているという情報もあり、軽視していれば後々問題になりかねません。そして危険な勢力として南の伊予州にて勢力を伸ばしつつある曹操の名も挙げられるでしょう。曹操だと？誰だそれは。どこかで聞いたことがあるような、ないような。聴覚を打った曹操でございます。聴覚を打った？おお、あのものか。おぼろげではあるが覚えているぞ。曹操はどうやら根城である豫州に戻った後、着々と牙を研いでいるようです。その配下には純家の双子姉妹と天賦の才と評される軍師閣下もおります。さらに兵の中から優秀なものを将として取り立て、着々と力を蓄えているようですね。今はまだそれほど大きな勢力とは言えませんが、近い将来きっと円家の前に立ちふさがることと。ああ、もうよいもうよい。まったく蓮舫、そのような小虫にもいちいち危機感を持つのがお前の悪いところなのだ。しかし密偵からも曹操の陣営は決して侮れぬと報告が入っておりまして。分かっておらぬな蓮舫。
巨獣が歩みを進めるときに足元の小虫に気を止めないように、円家もまたいちいち小虫に構うような小さき心は持ち合わせておらんのだ。小虫を気にするような小さき心では小さな歩幅でしか進めぬ。我が円家は誇り高き巨獣のごとく大いなる大志で躍進するのだ。東の黄金族や予州の曹操など捨ておいて構わん。所詮は小虫に過ぎぬ。小虫がいくらたかろうと円家の放つ炎で後からいくらでも焼き払えるわ。円家の敵はまずは高孫さんだ。優秀の高孫さんを討ち後方の憂いを断った上で天下へと邁進する。異論はないな。